皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は本当は教えたくない石野果歩流書道の指導テクニック3選というテーマでお話をしていきます。私はこれまでですね、教室を8年間運営してきました。その中で延べ1000人以上の生徒さんに指導させていただいたかなと思うんですが、その中でもですね、私が特にこういう風にお伝えしたら生徒さんのモチベーションがすごく上がったなとか、喜んでくださったなというテクニックがあるんですよね。これから教室を開きたいなと思ってる皆さんや、今教室を運営しているけれども生徒さんがなかなか言葉に耳を傾けてくれないとか、生徒さんのモチベーションを上げるの難しいっていうことで悩んでらっしゃる先生方に少しでも役に立てばなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本当は教えたくない石野果歩流書道の指導テクニック1つ目は声を変えるですね。これは本当に誰でも実践できる簡単な方法で、ただ自分の声色を変えるっていうだけなんです。これはいつでもそういう風にやってたらふざけてるように思われちゃうので、大事な局面、これだけは絶対にお伝えしたいっていう場面だけ声を変えるっていうことですね。例えばこんな感じです。わあ、いい感じですね。こことかすっごいうまくいってます。だけどさ、ここめっちゃ変ってところあるんですよね。一緒に指さしましょう。せーの、はい、正解みたいな感じで、こんな感じでいきなり盛り上げに入るとか、またはですよ、結構いい感じですね。そこ難しいですよね。わかります。ちょっと待って。みたいな感じで、お伝えしたいことがある時っていうのは、必ず声の色を変えるんです。そうすると生徒さんは何事って思って私の顔絶対見るんですよね。で、私が次に発する一言っていうのを必ず聞いてくれるんです。で、生徒さんが聞いてくれない時ってどういう時かっていうと、自分の書いてる書に真剣に向き合ってる時っていうのはここに集中してますから、いくら大事なことをお伝えしても耳はあんまり聞こえてない状態なんですよね。なので一回こっちに振り向いてもらうために声を変えるっていうのがめちゃめちゃ有効です。もっと言うと、顔の表情も声色を変えるのに合わせてできると、ものすごく生徒さんに伝わりやすくなります。例えば素晴らしいとか褒める時ですね。いいですね、すごい書けてます。はい、これ普通ですよね。で、私の場合めっちゃ良くなりましたね。書けてるじゃないですか。すごいぐらいな感じでやるんですよ。これリアルです。全然今持ってない動画だから YouTube だからとかいう話ではなくって、もちろん私もそれまでは普通ですよ。そうですそうです。それみたいな、このぐらいの緩急です。声色を変えるプラスマスク越しにも伝わる表情の変化、こんな感じ、眉毛上下させたりとかっていう風なのがテクニックとして入ると、マジで生徒さん理解しやすくなると思うんですよね。あともう一つ、ここをもうちょっとこういう風にすると改善されてめっちゃ良くなるのになっていう風にこちら側が気がつく時ありますよね。で、生徒さん側はそれをまだ気づいてないっていう段階の時に、ここ直してほしいみたいな時、皆さんだったらどう伝えます？よくある感じでいくと、何々さん、ここですね、こう入れるとすごく良くなるんですよねとか、自分の知ってることをそのまま伝えるみたいな、これ普通だと思います。親切な先生って感じですね。私の場合どうするかっていうと、その線みたいな感じで目線だけでまずアピールするんですよね。何も言わない。その線みたいな感じでうろうろするんですよ。そうすると生徒さんが何って言って自分で探しますよね。それがものすごく大事。いきなり答えを言うんじゃなくて、ちょっと考えてもらう。で、生徒さん自身にそこに気がついてもらうっていうのがまず一つと、あとはなんだろうっていうふうに一生懸命その短い間で考えるので、その答えが出なかった時に次に私が発する、ここめちゃくちゃ変ですよねっていうその一言がめっちゃぐっさーってくるんですよね。確かにめっちゃ変っていう風になりやすい。でもその前置きがなくって、いきなりここもうちょっとこうするとってなると、生徒さんはその脳のモードになってないので、って言って右から左に流れて終わりみたいな、結局あんま身につかなかったりするんですよね。なのでまずは何事ってやっぱ思ってもらうということで、これも緩急だと思います。皆さんも騙されたと思ってぜひ実践してみてください。本当は教えたくない石野果歩流書道の指導テクニック2つ目は、できたことを
伝えるですね。これはですね、なかなか実践するのは難しかったりするんです。なぜならば、生徒さんができたっていうことに気づくためには、その前の段階、できなかった段階を知っていて、そして生徒さんができた時にすかさずそのできたことを認めるっていう風にしないといけないので、先生自身が一人一人の生徒さんのことをしっかり把握してないとできない高度なテクニックです。まず書道というのは1日にしてならずです。もう毎日ちょっとずつ練習をして、しかもその見えるのも成果としては自分ではわからない程度の成果しか出ないですよね。何年もかけて上達していったりとかっていう結構地道なことの繰り返しなのが書道です。生徒さん自身はですね、やっぱりそれを上達しているとかっていうことを実感を持ちづらいものでもありますので、常に不安なわけです。そういった状態の時に先生が生徒さんにできることといったら、ここできてるっていう風にしっかり伝えてあげることじゃないかなというふうに思います。それをすることによって生徒さんは自信を持つことができますし、モチベーションを上げるということにもつながっていくんじゃないかなと思います。例えば生徒さんの作品を添削させていただくときに、素晴らしいですねって言って花丸つけたり、すごいですねっていう風に声をかけるなんてことがよくあるかなと思うんですけど、これだとですね、生徒さん側からすると何がすごいのか、何が素晴らしくて褒められてるのかっていうのがいまいちピンときてない状態、全体的に良かったんだな、嬉しいなぐらいな感じですよね。私だったらどうするかというと、この部分前回にも増して格段に良くなってますよ、すごく意識されたんですねっていう、その生徒さんが意識をして頑張って練習したっていうところを見て、そこを伝えるようにしています。しかもそこに対してここできてますね、すごいですねではなく、ここできてますね、意識されたんですね、ものすごく書かれましたねみたいな感じで、努力に対してできている、素晴らしいということを伝えるわけです。そうすると生徒さんからすると、自分の努力は先生に見えてるんだっていうことがモチベーションに直結しますし、しかも前よりも良くなっていると言われたということに自信を持てるわけですね。なので褒め方一つとっても抽象的に素晴らしいですね、すごいですねというよりも、この筆使いができている、これが書けているというふうにお伝えすると、生徒さんはものすごく喜んでくださいます。ぜひ皆さんも実践してみてください。本当は教えたくない石野香保流書道の指導テクニック3つ目は、緊張感を持つということですね。これは本当にいい指導のためには欠かせないことだと思っています。普段顔を合わせてる生徒さんに対して緊張するってめちゃめちゃ難しいと思いませんか？だっていつも会ってるもんみたいな、教室ももう何年もやってるし、レッスンごとに緊張するなんて難しいわみたいな感じで思いますよね。今回私がお伝えしたい緊張っていうのは、自分で作ることができる緊張です。具体的にどのようにするかというと、生徒さんをお迎えする前の段階に空気感を作っていくということなんです。これからお越しいただく生徒さんの顔をまず思い浮かべます。その方が前回例えば何に悩んでいて、どんなアドバイスを欲しがっているかとか、何に興味を持っていて、次はどんな古典に挑戦してみたいだろうとか、今日その方たちにしたいサービス内容っていうのを自分の中で考えていくっていう、そういう準備です。それをやることによって、だんだんこう自分の中で、今日はこの人のためにこれをやってあげたいとかっていうのが高まっていって、ゾーンに入ることができる。これ超重要だと思います。自分のゾーンっていうのを持ってると本当に強くって、そのモードに自分が慣れれば、生徒さんの充実感って半端なく飛躍的に変わっていくわけですね。こんにちはみたいな感じで普通に友達に会うような感覚だと、生徒さんもやっぱ空気感変えて書道に真剣に取り組みたいっていう状態なのに、先生が普通だとなんか普通な空気になっちゃうじゃないですか。悪い言い方するとちょっとだらけるっていうか、そんな感じになれるみたいな。それって運営してる側からするとちょっと違うじゃないですか。もっといいサービス提供したいですよね。いいサービスを提供するために自分に緊張感を持つっていうことが大事になってくるわけです。生徒さんも先生が緊張感を持っていると聞く体制になりますし、お互いのコミュニケーションもはかどるっていうんですか、コミュニケーションはかどるって言い方ちょっと変かもしれないけど、そういうことなんですよ。生徒さんも教室に来て、今日来てよかったっていう気持ちになって帰っていただくには、先生がゾーンに入って、そういうモチベーションで接することが大事なんじゃないかなって私は思っています。こ
これは本当指導テクニックとかとはまた別のもっと前の段階だとは思うんですけれども、実は一番大事なことなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。そして書道の先生、これに気がついてない人が多いっていうことだとも思います。自分が知ってる知識だけを伝えたりとか、その場に来てもらってこう書道やって帰ってもらえばそれで教室業成立してるって思ってらっしゃる方が結構多いんじゃないかなと思って、でもそうではなくって、書道の魅力を伝えたりとか書道の奥深さを伝えたり、生徒さんの意欲をかきたてるのが先生の仕事なわけじゃないですか。なので空気感を作るのは先生の仕事だし、モチベーションを上げてあげるのも先生の仕事だし、生徒の心に火をつけるのは先生の仕事なんですよね。そのための緊張感を作りましょうっていうのが最後の指導テクニックです。はい、ということで今回お伝えした3つの私が実践する指導テクニックですね。この考え方に共感してくださる方とか、自分自身はこういう方法を実践していてすごくおすすめですよなどの方法がありましたらですね、ぜひコメント欄に書いていただけると参考にさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから今回の動画いいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご清聴いただいて本当にありがとうございました。以上です。